じゃあね、一旦仙台戻りましょう。PC 作業したいです。中はね、売店はないんですけども、自販機がね、充中してますね。価格はね、陸上と変わらないです。あ、ネットもある。お菓子の自販機もありますね。アイスやお酒の自販機はないみたいです。残念。椅子に腰掛けてテーブルの上でね、パソコンしようかと思ったら、そういったスペースがちょっとないみたいで、 PC 作業ちょっとはかどりませんね。ですけどね、ここにコンセントがあるんで、こちらの方でね、あぐらかいてからすぐに PC 作業させてもらいたいと思います。頑張りましょう。カレーパンね、いただきましょう。1個800円のカレーパンです。これね、一牛の牛肉がブロックで入ってます。めちゃめちゃ美味しいです。しかもね、すごいジューシーです。美味しい。かす巻き食べます。いただきます。生地もちもちでね、甘くて美味しいです。よし、こちらの島がね、対馬ですね。やってきましたあとね、15分ぐらいで到着するみたいです。果たしてどんな車中泊が待ってるんでしょうか。ワクワクです。はい、来ました来ました来ました。よーしよし。 ETC カードが導入されて。よし。はい。ということでね、対馬に上陸です。いやー、楽しい船旅でした。で、やばいですね。いきなりですけども、警察がいますね。僕まだ何もしないんですけどもね。大丈夫でしょうか。危ねえ。待ち構えられてました。で、ちょっとね、移動する前にフェリー乗り場の駐車場利用させていただきたいと思います。はい、ということでね、念願の対馬に上陸しました。やりました。ということでね、早速対馬をこの斜めの K 君と一緒にね、回ろうと思うんですけども、滞在できる時間っていうのが決まってまして、というのが今ね、こちらの方に着いたんですけども、帰りのフェリーは北の方から出るんですよね。しかも出るのがね、2日後の15時なんで、今が15時なんで、もう48時間しか残されていないんですよね。ということでね、もたもたもしてられないんで、まずはね、観光の方に回ってみようと思うんですけども、行くのはですね、対馬藩お船港跡でいいのかなっていうところで、江戸時代の船着き場がそのままの形で残されてるっていう場所があるんで、今からね、そっちの方行ってみたいと思います。はい、行きましょう。よし、出発です。お、よしよし。警察もね、いなくなってますね。うまく巻いたようです。で、この辺なんですけども、ちょっとね、細い道を入っていくらしいんですけども、あ、これかな？多分ここですね。よいしょ。よいしょ。ありますあります。よいしょ。関係ないですけども、ここいいですね。左右に桜の木が咲いてます。はい、到着です。行ってみましょう。おー、こちらですね。対馬藩お船港跡っていう船着き場です。で、こちらはね、1660年頃に作られた船着き場で、偉いさんのためにね、作られた場所とのことです。で、今ね、干上がってますけども、干潮時にはね、わざと干上がるように作られたらしいです。ですのでね、360年ぐらい前に作られたものなんですけども、今でもこんな感じで形が残ってるという。面白い。でもね、あんまり視聴者には興味はなかったかもしれません。はい、僕は面白いです。ちなみにね、満潮時はこんな感じで、かなりね、見応えもあるとのことです。
よし、ということでね、移動しましょう。次はね、近くのスーパーさんに行きます。ちなみにね、実はね、食べ物がもうちょっとあるんで、そこまでしっかりはいらないんですけども、ちょっとね、やや足りないぐらいなんで、不足分を購入しに行ってみたいと思います。ここが入り口。よいしょ。はい、スーパー佐伯さんにね、到着です。よし。はい、こちらはね、佐伯バリューさんですね。地元の方に愛されてるバリューなスーパーさんなのでね、ちょっと僕もお買い物ね、楽しんでいきたいと思います。行ってきます。よし。はい、しっかりね、いいもの買いました。よいしょ。はい、佐伯さんはね、お惣菜コーナーが熱いっていう風に口調で書かれたんで、ちょっと見てみましたら、本当にね、いろいろ熱いものがあったんですけども、中でもね、ちょっと厳選してからね、こちら買ってきました。手作りローストビーフ巻きとポテトチップスです。お店で作ったポテトチップスありました。すごい、これ絶対美味しいやつなんでね、ちょっとね、今食べてみたいんで1枚いただいてみましょう。いただきます。美味しい。サクサクのパリパリでね、めちゃめちゃ美味しいです。なんですけども、僕ポテトチップス買ったはずなのに、原材料名がご飯、小麦、卵、乳製品、牛肉、酒、大豆、豚肉も含むになってますね。僕はポテトチップスを買ったつもりがね、どうやらご飯を買ってしまってたようです。うっかりしてました。でもね、美味しいです。で、さらにいろいろ買ってきたんですけども、それらはね、ちょっとしまっておいて、もうね、移動したいと思います。で、実はね、この南の方には、僕が見たい観光地はないんですけども、車中泊してみたいという場所がね、2カ所ほどあって、それがね、こちらの場所とこちらの場所なんで、せっかくなんでね、順を追ってね、両方行ってみましょう。で、いいなと思った方で、車中泊させていただきたいというふうに思います。はい。ということで、まずはこちらですね。鮎戻し自然公園キャンプ場さんです。こちらはね、無料のキャンプ場ですね。ということでね、約10キロで15分ぐらいで行けるそうなんで、安全運転ね、迎えたいと思います。行きましょう。すごい今の坂道登ってる。この辺ですね。あ、こちらですね。はあ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 、なるほどなるほど。へえ。なかなか素敵な場所ですね。はい、こちらはね、鮎戻し自然公園キャンプ場というところですね。で、その通りキャンプ場があるんですけども、キャンプ場はこの橋を渡った向こう側ですね。で、こちらはね、すごいのはキャンプ場だけじゃなくって、このね、橋の下のこの景色なんですよね。広くてね、ツルツルした岩の上をね、水が流れててから、すごい景色だな、こりゃ。幻想的です。うわー。で、しかもね、歩いて降りていけるんですよね、ここ。ちょっと行ってみましょうかね。うわーすごい。夏場なんか飛び込んだらすごい気持ちよさそうなところです。ロープなんかもね、吊るしてあってから、みんなここで遊んでるんだと思います。おー、朝ごはん食べるのなんかすごく良さそうですね。ちょっと上のキャンプ場も行ってみましょう。シーズンになったらね、コテージもあるみたいですね。おー。で、キャンプはここでしてくださいというここですね。ログハウス風のトイレもありますね。もしかしたらね、車こっち側から入ってくれるのかもしれません。で、ちなみにね、駐車場は道を挟んだ向こう側にもあるんですけども、あそこにはトイレもあるんで、有事の際も安心ですね、ここは。なるほど。とりあえずね、第1案として第2案の方にね、移動したいと思います。で、もう1箇所目がね、こちらですね。対馬の南の方のトイレのある駐車場です。こちらまではね、23分ぐらいかかるそうなんですけども、行ってみたいと思います。行きましょう。よいしょ。あ、海が見えてきました。
よし、はい、到着です。おー、なるほど。とりあえずここがね、まずは第一駐車場ですね。で、この先にもちょっと行けるそうなんで行ってみましょう。おー、狭い狭い。よいしょ。ここかなと思ったら、先客がいますね。ここがね、行き止まりなんですけども、こっからではね、夕日見えませんね。ちょっとね、じゃあいっぺんで U ターンしてからさっきのところ戻りましょう。はい、戻ってきました。はい、到着。はい、こちらはね、東大の駐車場なんですけども、ここはね、キャンプ場ですね。かまどと炊事場があります。ただね、水は使えないみたいですね。で、ここからだったら夕日が見えますね。おー。で、利用者も0人なんで、なんだろう、貸し切り状態でこちら潰せるとは思うんですけども、どうなんだろう。個人的にはさっきの場所の方が気に入りましたね。こちらはね、とりあえず対馬の夕日が見えるんで、それを見たらね、向こう戻りましょうかね。で、ちなみにね、あと30分ぐらいで日が沈むと思うんで、ちょっとね、待たせてもらいましょうか。よし、どうかな。おー、入る直前ですね。はい、沈みましたね。6時17分ぐらいです。対馬での夕日も見れました。 OK です。 OK。 よっしゃ。よし、戻りましょう。よし、はい、戻ってきました。 OK。よし、はい、お疲れ様です。はい、ということでね、キャンプ場の駐車場に着いたんで、そろそろね、晩ご飯にさせてもらおうと思うんですけども、今夜はね、さっきのスーパーでいろいろ買ってはきてて、食材たくさんあるんですけども、実は昨日ね、壱岐の島でブリのカマを買ってたんですよね。で、僕はね、これを焼いて食べようかなと思ったんですけども、ステーキだけでね、お腹いっぱいになっちゃったんで、こちらがね、丸々余ってたんで、今夜はね、壱岐産のブリに壱岐の塩をかけて、これを焼いて、それからね、買ってきたローストビーフ巻きをね、いただきたいと思います。ということで、もうパッと料理しましょう。まずはブリのカマ、美味しそう。塩かけます。さあ、ふるさとの塩だよ。結構ね、たくさん目にかけても大丈夫だと思うんで、しっかりね、振りかけます。ノンフライですね。これで焼きましょう。もうね、そのままドンと入れて、1個全部入ります。で、ブリのカマはね、200度で12、3分ですね。今回ね、ブルーティーで焼きます。せーの。はい。ここ。1200ワットアワーですね。91% です。ちょっとね、手抜きっぽいですけども、こっちの方がね、美味しく焼けるんで、よいしょ。こっち置いといて、しばらく待ちましょう。余熱でね、2% 出ました。今はね、0ワットです。よし。はい。焼き上がりです。めちゃめちゃ美味しそうにできました。OK。じゃあちょっとこれを揚げましょう。よっこいしょと。大物ですね。油もね、しっかり出ましたね。ということでね、めちゃめちゃ美味しそうに焼けたんですけども、この時のね、電力消費量が 8% ですね。200ワットアワーの 8% なんで、160ワットアワーで焼けました。はい。OK ですね。で、AC はね、使い終わったらすぐにオフ。OK。ということでね、12分間ぼーっとしたらね、美味しそうなブリのカマができましたんで、ローストビーフ巻き寿司と一緒にね、ゆっくりいただきたいと思います。いただきます。まずはもちろん、ブリのカマから。はい、果たしてお味は。すごい。めちゃめちゃ上手に焼けてます。中までね、しっかり火が通ってから、
しかもね、ふわふわにできてます。で、ローストビーフ巻きもね、いただきましょう。ローストビーフってなんかもっと薄いんかと思ったんですけども、めちゃめちゃごついお肉入ってます。果たしてお味は。こちらも美味しいです。これはどこのお肉でしょうね。国産っぽい気がします。DNA 的に。ということでね、焼酎もいただきましょう。飲むのはもちろん、いきっこです。まだね、氷があるんで、冷蔵庫の中で氷凍りました。この冷蔵庫ね、おかしいなと思ったら、全然おかしくなくって、しっかりね、冷えてました。だからマイナス2度にしてるから、氷がね、また凍ったみたいです。F40 なんたらとかっていうメーカーの分なんですけども、このメーカーの分ってすごいですね。よっしゃ。いただきます。あー、美味しい。冗談抜きでね、いきっこ、本当に美味しいです。よし、ということで、映画を見ましょう。見よう言いながら進んでないネイキッド見てます。俺だよ、夢あったロブだ。おせんちロブ。そうそう、おせんちロブ。おめでとうございます。捧げると約束します。はい、ということで、しっかり食べて完食です。ごちそうさまでした。今日もね、ちょこちょこ買い食いしてたんで、お腹がいいんでね、もうこれぐらいで十分です。ということで、片付けをしてから、もうね、休もうと思います。よし、片付け終了。じゃあちょっとね、寝る前に、お手洗い行っときましょう。電気がついたらありがたい。行ってきます。よし、戻りましょう。とりあえずね、夜になったら交通量ゼロですね。よし。はい、ただいま。はい、ということでね、1日目はこんな感じで夜を迎えたんですけども、ちょっと驚いたのがね、対馬ってこんだけの移動で25分ぐらいかかったんですよね。で、対馬広いんでね、もたもたしたら回りきれないんで、明日はね、この辺ぐらいまで回っておきたいですね。とりあえずね、時間は限られてるんで、明日はね、美味しい食べ物とかを探したりとか、あとお風呂に入ったりしてね、対馬堪能したいと思います。ということでね、今日は遅いんでもう寝ます。おやすみなさい。おはようございます。現在の時刻は7時42分です。車内の気温は12度ぐらいで冷えたんですけども、昨晩はね、電気式毛布を使って少しね、暖かく寝かしてもらいました。もう今朝はいい天気っぽいですね。よし、ということでね、川辺に行く前にパッとね、朝食を作りましょう。今朝はね、こんな感じで食材を買ってきてたんで、これらでね、まずね、パッと料理作りたいと思います。これをね、このままやったら多すぎるし面白くないんで、3分割ぐらいにしようかな。こんな感じで棒状にするんですけども、プラスチーズ。これをくるくると丸めて、中にセット。はい、チーズインハンバーグの棒状のやつが完成です。全部ね、作ります。よし、3本できました。焼いていきましょう。開いちゃったな。まあ仕方ない。よしよし。で、ハンバーグはいいですね。ということで、ハンバーグ美味しそうに焼けたんで、一旦かわしておいて、お次はね、パンを焼こうと思うんですけども、パン2枚はちょっときついんで、1枚だけにします。よいしょ。よいしょ。はい。で、ハンバーグを、はい、いいんですね。どっち行こうかな。こうかな。でチーズがね、ちょっと溶け出しちゃったんで、こういきましょうかね。はい。
よいしょで折って潰すと電化よしでよしよしどうかな。おー OK にしましょう。ということでこれで OK で、あとはねサラダハンバーグが多くできたんで1個のして完成します。はい、味付けはシンプルにマヨネーズのみ。よし行きましょう。おーちょうど太陽出ました。よし行きましょう。今度はねこっち側降りましょう。おーうわすごいな形が。ここにさせてもらいましょうかね。ちょうどね座る部分だけ乾いてますね。よしすごい綺麗な川見ながら朝ごはんいただきたいと思います。いただきます。どうしようかな。ハンバーグからいただきましょうかね。パンに挟んでない状態。果たしてお味は。美味しいです。いい味ついてますこのハンバーグ。おおでもうねパンもいただきましょう。ちょっと裏見てダメですね。いただきます。これは美味しい。お肉はねこれすごくしっかりしてるお肉でからめちゃめちゃ弾力があって食べ応えがあってからねチーズもトロトロで美味しいです。よしよしたまりません。はい、ということで完食です。ごちそうさまでした。美味しかったです。水がねめちゃめちゃ透き通ってて川の音もねすごく良くて車の音なんかね全然聞こえずねからすごくねのんびりできました。ですのでちょっとこの辺に僕のアルファ波がね流れ出た跡がありますね。うっかりね出過ぎました。アルファ波そうこうそうだねちょっと僕のベータ波の方が出そうになったんでちょっとねお手洗いの方行きましょう。よしはいただいま。ちょっとね出発できるように準備しましょう。よいしょ。これ逆にねなんかこうやって焼けばねフライパンも汚れずにチーズも出なかったんじゃないかっていう疑問があるんですけども見なかったことにしましょう。よしということでね片付けも終わったんでそろそろ出発しようと思うんですけども対馬の観光地ってたくさんあるんですけども砲台の跡地がめちゃくちゃ多いんですよね。ですんでね対馬巡りは個人的にはね砲台の跡地を巡りながら美味しいものを、買い揃えてでね、2日間ほど入れてないお風呂にも入ってっていうような感じでこのね2日目は回りたいなというふうに思います。はいよしということでね、北を目指して移動しようと思うんですけども海沿い通ろうかなと思ったんですけども結構な時間がかかるみたいなんでこっちの道をね通らせてもらいます。よし行きましょう。はい鮎戻し自然公園さん車中泊させていただきありがとうございました。こちらお手洗いはね水洗で紙もあってなんかねライトもついててすごく清潔でした。でジュースの自販機もあってアイスの自販機もあってあとね洗い場なんかもあったりしたんでこちらのね場所で車中泊キャンプさせていただくのねすごくおすすめです。はい出発地点のね港の方に帰ってきました。この辺はねかなり栄えてますね。東横インもありますね。すごいな。ガソリン186円そんなにするんじゃちょっとであとはねひたすら山道を6キロほど登るらしいです。ちなみにガソリンは少なめです。でとりあえずね砲台なんで山の上とか海辺とかね見晴らしのいい場所に集中してるんで今回行く分は山の上なんでかなりね登らないといけないところにあります。ですんでね7万のケイ君に頑張ってもらいましょ
上見坂公園、こちらですね。はい、到着です。教習所のラインがいまいちわからないんで適当に止めさせてもらいます。よし、到着。はい、すいません、こちらはね、上坂園地ですね。すごくね、標高の高い場所にある公園なんですけども、こちらはね、1902年に上坂ホールが築かれたとのことです。ですんでね、110年ものの砲台跡地ですね。ただしね、マップみたいなのがないんで、どこにあるのかいまいちわかんないんですけども、こちらはね、展望台ですね。ちょっと行ってみましょう。さてさて。おー、いい景色。ちょっとね、今日はもやが出てるんで、見通しは少し悪いですね。で、現在地ここですけども、砲台跡はどっちだろう。あ、向こうみたいですね。なんかね、椅子があったり、そこにも道があったりしてから、遊歩道みたいになってますね。砲台まで結構ありますね。で、おー、こちらですね、多分。おー、すごい。ラピュタみたいです。空に浮いてる、お城。あんな感じです。うわー、すごいな。で、こちらが砲座跡。こちらはね、15里級なんで60キロでいいのかなの大砲が4門あったけども、実際には訓練だけで、第二次世界大戦中も敵艦が近寄らず1回も発砲することはありませんでしたっていう、作ったけど使われなかったやつですね。行ってみましょう。ライト持ってくればよかった。見えますかね。あ、砲座って言っても大砲の弾をしまってる場所だったんですかね、ここは。なるほど。上行ってみようかな。おー、今はね、もう何もないんで、どこにね、どんな感じで砲台があったのか分かりませんけども、この場所からね、当時の敵国に向けてでっかい大砲でね、威嚇してたみたいです。オッケーオッケー。なるほど。こっちですね。こっちは兵舎の跡があったみたいですね。行ってみましょう。ここに門みたいなのがありますけども、もしかしたらここがね、昔の山の登り口だったのかもしれません。こちらですね。おー、こちらがね、兵舎ですね。明治後期に建てられた建物とのことで、こちらでね、煮炊きと仮眠をね、行ってたそうです。で、ちなみにね、今はね、安全面の理由上、立ち入り禁止になってるんでね、立ち入らずに見させてもらうとこんな感じですね。わ、声が響く。よし、勉強になりました。ということでね、こちらの場所は、これぐらいにさせてもらおうと思うんですけども、対馬にはね、こういった場所がめちゃくちゃたくさん残ってるんで、この滞在中にね、まだまだね、何軒か回ってみたいなというふうに思います。よし、ということで行きましょう。よし。よし。はい、ということで、ね、次の場所に移動しようと思うんですけども、お次はね、対馬の酒造メーカーさんの方にね、行ってみたいと思うんですよね。で、場所はね、こんな感じで、このね、上坂公園を下った場所にね、あるんで、今からね、もうそちらの方に移動させてもらいたいと思います。ということで、ね、行きましょう。よし、行きましょう。はい、峠をね、下ってきました。で、もうすぐそこですね。でもどこだろう。ここかな。よし、到着ですと。はい、ということで、こちらはね、川内酒造さんですね。対馬唯一の酒造メーカーさんで、日本酒と焼酎をね、作られてる場所なんで、ちょっとね、こちらの方でお酒をね、買わせていただきたいと思います。行ってきます。よいしょ。今車中泊で回らせてもらってるんで、今日飲む分で考えてるんです。どれがいいかなと思って。そうですね、まあ、焼酎が結構好きなんです。ああ、本当ですね。まあ焼酎だったらば、
まあ一番外さないのがこの山猫。シマヤマネコ。はい。じゃあすみません、こっちお願いします。はい。かしこまりました。1197円ですね。はい、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。OK、いいのがね、買えました。対馬グルメのね、焼酎、山猫ゲットです。よし。ということでね、お目当てのお酒も買えたんですけども、もう次はね、お風呂の方にね、行かせてもらいたいと思います。というのもね、僕、綺麗好きなのにから2日間ほどね、お風呂入れてないんで、近くのね、お風呂屋さんの方に行って、さっぱりね、させていただきたいと思います。ということで、行きましょう。よし、行きましょう。ちなみにね、やっぱり、対馬で唯一の酒蔵さんでした。到着ですね。こちらですね。駐車ここですね。はい。はい、到着です。よし、行きましょう。真珠と書いて玉と読む玉の湯さんですね。ちょっと待って。機械故障休暇になってますね。嘘。玉の湯温泉さんですけども、機械故障のため営業中止させていただきますって書かれてます。朝10時からだと思ってね、こっち回ってきたんですけども、まさかね、やってないとは思いませんでした。盲点でした。そうか。ありゃ、これはちょっと困りましたね。アクシデントです。対馬って入浴施設がないんですよね。ちょっとね、地図で調べてみます。はい、お風呂今探してみました。そしたらね、現在地はこちらの玉の湯さんなんですけども、峰温泉ホテルの湯さんと、一番北のところにね、上津島温泉渚の湯さんがあったんですよね。で、ここまで行ってしまったらね、もう行き過ぎになっちゃうような気がするんで、2箇所あるんで、どちらかでね、お風呂入らせていただきたいというふうに思います。でもね、この2箇所もね、もしかしたらお風呂に入れないっていう可能性もあったりするんで、この近くにね、対馬唯一のダイソー対馬満島店さんがあるんでね、だいぶね近い距離にありますんで、体を拭くね、赤ちゃんのお尻拭きみたいな除菌シートがあるはずなんで、今からね、ダイソーさんの方にちょっとお買い物の方に行ってみたいと思います。ちなみにルートはこんな感じで6分ぐらいで行けます。ということでね、元気を出していきましょう。猫をモチーフにした公民館ありますね。山猫かな、かわいい。はい、ということでね、この辺はすごい栄えてますね。松本清とかでかいショッピングセンターが何軒もあります。ハイパーセンター、ゲームセンターです。ショッピングセンターめちゃめちゃ栄えてますね。あれどうなのこれ。ちょっとごめんなさい。こちらはね、島で唯一のダイソーさんで、パル21っていうショッピングセンター内にあるんですけども、どうやらね、今日はね、第2水曜日なんで、ピンポイントでね、月に一度の定休日になってます。これはやってしまいましたね。月に一度の定休日は知りませんでした。ですんでね、駐車場入りません。はい。困りましたね。はい。じゃあね、もうお尻拭き等はね、諦めてから移動しましょう。で、もうね、11時52分とお昼の時間で、お腹が空いたんで、お昼ご飯をいただきたいところではあるんですけども、実は、対馬は麺が入ってきた場所で、お蕎麦が有名なんですよね。ですんでね、いろんなところにお蕎麦屋さんがあるんですけども、ここからすぐ近くの場所にね、お蕎麦屋さんがあるんで、そちらの方に行って、有名なお蕎麦の方をね、ちょっといただいてみたいというふうに思います。ということで、行きましょう。お風呂ダメ、ダイソーダメっていうことでね、2個悪いことがついたんですけども、2度あることは3度あるっていう話があるんでね、ちょっとそんな目にはね、会いたくはないんですけども、どうでしょうか。会えててくれると嬉しいんですけども。こちらですけども、空いてそうですね。よし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 。空いてますね。やりました。車止めさせてもらいましょう。はい、到着ですと。
よしよし、行きましょう。そば道場さんですね。つすそばっていうのがね有名なんで、こちらをねいただきに行ってみたいと思います。ここにさせてもらいましょう。よいしょ。はい、大衆そばですね。こちらはねこのおそばが有名なんですけども、入り焼きそばっていうのが郷土料理でありますんで、今回はねこのおそばをねいただきたいと思います。そば好きなんでね、入り焼きそばを、ごゆっくりどうぞ。はい、もうすごくね美味しそうなのが来ました。でこちらはね入り焼きそばというんですけども、簡単に言うと島でね食べるお鍋の締めにおそばを入れて食べるそうなんですけども、それをねおそば単品にしてくれてるやつですね。ということで、ね、早速いただきましょう。いただきます。具材も美味しそうですけども、もういきなりそばからいきます。美味しい。ちょっと甘めの出汁ですね。おそばはね短めでコシが結構あります。でね、こっちの方はおそばお鍋にね鶏肉とこんにゃくとネギとしいたけとキャベツが入るみたいですね。鶏、はい、ということで完食です。ごちそうさまでした。美味しかったです。はい、ごちそうさまでした。お預かりします。ありはい、がとうどうございます。も750円。美味しかったです。外がね暑くなりました。よっこいしょと。はい、ということでねお昼ご飯も食べたんで、そろそろ移動しようと思うんですけども、今の時刻はね13時ぐらいで、まあ約ね1日経過しましたんで、一旦ねここで締めさせてもらって、ここから先はね後編の方にさせていただきたいというふうに思います。で後編ではいよいよね対馬の北部の方にね入っていこうと思いますんで、皆様次回は上対馬編となりますんでね、こちらの方もね見てもらえたらありがたいです。はい、こんな感じですかね。ということで今回この辺でご視聴ありがとうございました。後編に続きます。